こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガパンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。このチャンネルのスポンサーには、ハードウェアウォレット企業のタンジェムさんがついていただいております。概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ覗いてみてください。ビットコインの価格は現在97,600ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米小売、ユーロ実質 GDP などがありました。注目されてた米小売は、前回予想以下という結果になってまして、米ドル、米金利下落要因になってます。ただ米株は耐えてまして、ゴールドが強く落ちてます。また仮想通貨市場のファンダでは、これから取り上げますけども、1時以降にですね、ポジティブなファンダが結構出てまして、その影響もあってか、ビットコインも比較的強く伸びて、一時98,000ドル台まで上昇してます。市場に影響ありそうなファンダとしては、先日から各企業の資産状況を報告する 13F が注目されてますけども、今回もそれに伴ったのが多くなってまして、まずアブダビ政府系ファンドのムバダラがブラックロックの IBIT を 4.3 億ドルほど購入したこと、ウィスコンシン州投資委員会の IBIT の保有量が 3.2 億ドルとなってまして、前期比約2倍となっていること、あとバークレイズも IBIT を 1.3 億ドル相当保有していること、あとこれは先のことですけども、ステートストリートが2026年にデジタル資産保管事業を開始する予定というのが話題になっています。これ以外はこの後のその他のところで取り上げますけども、全体的にポジティブなものが多くなっています。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.48 億ドル、香港はゼロとなっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.83%、額としては599億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.7%、マイナス意味はロングが 58.9% と上襟になっています。他各所の見解では、米ドル安傾向からビットコインと金が強くなるんじゃないかとか、あとはビットコインの短期保有者の保有量が400万 BTC に増加していることから、過去の傾向を見る限りでは上昇に期待できるとかですね。あとは200州の SMA がまだ維持されていることから強気トレンドが継続するんじゃないかというですね、また強気の見解が多くなっています。今後の指標としては、来週頭の2月17日が米休場日、2月18日にオーストラリアの中銀政策金利、ILO 失業率、雇用統計、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、2月19日にニュージーランド、インドネシアの政策金利、CPI、PPI、米住宅着工件数、その後2月20日に FOMC 議事録などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、重要指標の米小売りを控えてるけども、前日の CPI、PPI を見ると、事前予想を上回る結果を出してきそうだと。で、その後は大きな指標もなくですね、米市場が連休に入る形になってるんで、金利上昇しつつも米ドル、米株高からさらに指標警戒の開放で上への圧力が強まるんじゃないかということで、2月15日 AM6 時点のビットコインは昨日の 96,790 ドルよりも上という予想でした。結果としては米小売が予想以下の結果となってまして、米金利、米ドルが下落、ゴールドが下落して米株が耐えるという展開になってるんですけども、ビットコインはその後仮想通貨市場のファンドの影響が比較的強くなってまして、判定時刻の2月15日 AM6 時時点のビットコインは 97,196 ドルということで、昨日の 96,790 ドルよりも上なんで当たりです。内容違いますけど当たりました。はい、続いて本日は土曜、そして17日は米市場休場日なんで、次回は次の米市場平常日2月19日 AM6 時点の予想ですね。もう一度上にします。指標警戒も一息つきましたし、仮想通貨市場もですね、楽観的になりそうなファンダが出てるんで、この連休中にある程度価格を戻してあわよくば10万ドルの攻防いくんじゃないかと思ったんで上にします。なので2月19日 AM6 時点のビットコインは現在の 97,726 ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては18日まで大きなものはないんで、連休中にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2720ドル、BTC だとは 0.0279。先物の方では OI は全体でプラス 2.4%、額としては225億ドル相当。比率としては全体ではロングが 53.4%、マイナス意味はロングが 73.3% と、全体では上襟になっています。ETF は現時点では全体でプラス 0.11 億ドル相当、香港はゼロとなっています。イーサ関連の話題では、グレースケールのイーサ ETF がステーキング要項追加の申請をしたこと、イーサのステーキング量が減少傾向となっていることなどが注目されています。
BTC 立ては耐えてますけども、他の上位アルトがですね、ETF の期待で伸びてる分、見劣りしてしまっている状況は続いているのかなと思いますけど、ETF のステーキング承認の期待も高まってますんで、こちらも連休中ですね、上向けるのか注目です。あとその他の動向では SEC がコインベースの控訴に対して回答期限の28日間延長を裁判所に要請してます。理由としては先日のバイナンス訴訟同様ですね、SEC の暗号タスクフォース立ち上げから仮想通貨市場 SEC 内部の対応が変わる可能性があるということで延長を要請してます。なので、界隈としてはバイナンスコインベース訴訟が解決されるんじゃないかという期待が出ている状態なのかなと思います。あと他ではミシガン州の下院で暗号通貨投資法案が提出されています。内容としてはミシガン州の経済安定化基金の最大 10% を暗号通貨に割り当てるものとなってまして、承認されればビットコインだけではなくてですね、その他アルトにも投資が回るんじゃないかということで期待されています。あとはテザーがサッカーのユベントスの株を購入したことも話題になっています。デジタル資産とスポーツ業界の発展を目指した戦略的投資とされてまして、この発表からサッカー関連のファントークンが盛り上がったりしてますね。あとアルト関連ではトランプのワールドリバティフィナンシャルの買い戻しが話題になっています。ラップド BTC を500万ドル相当、ムーブを140万ドル相当買い増しとなっています。またリードとアーブに500万ドル相当のイーサと USDC を入れたのも観測されています。先日このワールドリバティフィナンシャルが保有分の資産を大量にコインベースに送金して、その後アルト準備金を立ち上げる発表したのも取り上げましたけど、市場全体の上下で動いているような印象があります。ムーブもまた比較的強くなってますけど、ワールドリバティフィナンシャルの今後の動向にも注目ですね。あとは CZ の犬ミームブロッコリーが未だに話題になってます。CZ が犬の名前を発表してからですね、ブロッコリーというミームが乱立したんですけど、ミーム発行直後に総発行枚数の 50% を買い占めた人がいて、約1000万ドル相当を稼いだと。先仕込みで稼いだ人と後乗りで損した人の差が話題になっています。で CZ もみんなが私のツイートを過剰に解釈するのでもうツイートできませんと X に投稿してます。ミームの時価総額は未だに100ミリオンほど維持してますけど、こちらもどのように着地するのか注目ですね。あとはソラナ関連の話題が非常に多くなってます。SEC の暗号タスクフォースがジトとマルチコインと会合してまして ETF やステーキングについて議論が行われたとされてます。ジトはソラナなんで、ソラナ ETF の期待もまた出てるのかなと思いますね。他ではパンプマンがモバイルアプリをリリースしてたり、セーフムーンが既存のトークンをバーンしてソラナチェーン上でミームをリリースすることなどが話題になってます。先日からトランプミームからのソラナドレイン、CZ の BNB ドレインと続いてましたけども、BNB のブロッコリーイベントが一息ついてからですね、またソラナに資金が戻ってる印象があります。トランプもまた比較的強くなってますね。未だにミームが市場を牽引している状態ですけども、ここにまた新たなチェーンが参入するのか注目です。今日はこのところですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。